皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。風邪をひいてしまいました。お聞き苦しいかもしれませんがご了承くださいませ。今回は今年7月にリリースしたアニメ調 MMORPG クリスタル・オブ・アトランが近々グローバル展開を予定しているので、それに合わせて簡単にゲームの概要とプレイした所感、さらに本タイトルに絡む時事ネタを紹介しようと思います。ということで、チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。まず本タイトルの概要から。タイトル名はクリスタル・オブ・アトラン。リリース日は2023年7月。グローバル版は2024年予定。ジャンルは MMO アクション RPG。開発は VI ゲームス。パブリッシャーはニューバース。ここ重要です。後で時事ネタでお伝えする部分ですので覚えておいてくださいませ。プラットフォームは iOS、Android、PC。世界観はスチームパンクファンタジー。ご存知の方もいると思いますが、まだ知らないよという方に簡単に紹介すると、物語の概要は無限の魔力を秘めた秘宝クリスタルコアの出現により、主人公のミワコは巨大な陰謀に巻き込まれていく。魔法兵器を駆使して戦い、古代遺跡を探索し、古代文明が滅亡した真相を探り、新たに生まれる陰謀を阻止するといった内容。ゲームジャンルは MMO で、クエストはステージ選択型となっており、ダンジョンへの移動というところの煩わしさはないのですが、街中とかダンジョン内が広いので、グリグリキャラを操作し探索するので、オープンワールド系のゲームをやっているような感覚に近いです。全体的に原神と幻冬の良いところをうまく使っている印象。ベンチマークにしているところは原神と思うのですが、それ以外に近未来感のテイストが入っていることで、ちょっと幻冬っぽさが生まれてます。続いてはゲームの要素について。本タイトルを構成する主な要素は、ストーリー、バトル、サブクエスト、育成、高難易度コンテンツ、マネタイズ、装備トレード、キャラメイクとなっていて、今回はバトル要素と高難易度コンテンツの無双チャレンジ、育成とマネタイズ、装備トレードについて紹介します。PVE や PVP は想像つくと思うので割愛します。まずマネタイズから見ていくと、キャラガチャや武器ガチャといった要素はなく、主なマネタイズはシーズンパス、装備品ボックス、育成素材ボックス、衣装、スタミナ回復、装備ボックス拡張といった感じで、個人的によく売れているであろうと思ったのが装備ボックス拡張。なぜかというと、ハクスラ要素の強いゲーム設計となっていて、ダンジョンクリアやミッションクリアによって装備品を手に入れることができ、すぐに装備ボックスがいっぱいになってしまいます。そのため不要な装備は売るか分解して素材にするかってなるんですが、育成進度が浅い場合だとあれこれ装備を変更したりするので、手放すといった選択がしにくく、装備ボックス拡張が重要になってきます。で、次に育成ボックス。この中には強化チケットが入っていて、通常強化には専用素材が必要となるのですが、強化チケットがあると素材を使わずレベルを上げることができます。で、強化チケットにはランクがあり、ランクが高いものになるとレベル10アップとかのチケットになります。ある意味、ここが廃課金者と無課金者との差が生まれる部分ですね。無課金でも時間をかければしっかりと強化していくことも可能ですが、時短をするなら育成ボックスで、強化の手間を減らしていくといった感じ。ここまでが簡単にマネタイズ要素となります。続いては各キャラについてなんですが、ゲームスタート時点で5つの職業、剣士、銃士、魔術師、傀儡師、格闘家から1つのカテゴリーを選択しゲームを進めることで、近しいカテゴリーへ転職が可能となります。例えば最初に職業剣士からカテゴリー魔剣士を選択したら、転職先が強戦士となり、逆に強戦士を選択すると転職先が魔剣士となります。今回アップデートが入り、格闘家が追加されてます。グローバル版では最初から格闘家が使えるかは不明ですが、できれば格闘家ありでスタートしたいですね。本タイトルは最初に選んだ職業のキャラを使ってプレイすることになるのですが、今現状わかる範囲では他の職業を使うことはできません。そして仲間になることもございません。なので他の職業を使いたい場合は改めて一からゲームを始める必要がございます。この部分についてはランクが上昇することで新たな職業を選択できるようになるのか、それともこのままなのか不明ではありますが、現状ランク30近いものの変更はできないです。多分この先も変更できないような気がします。なので最初にどのキャラでやるかはじっくりと検討する必要があります。続いては本タイトルの売りであるバトルについて。
バトルは基本クエスト踏破型となっていて、1クエストクリア後は次のクエストへ連戦するか、一度街に戻るか選択することが可能で、連戦を選択するとシームレスに次のクエストにつながるので、テンポよくストーリーを進めることができます。これ割といい流れだなといった印象。1クエスト自体も5分かからないくらいで終わるので、サクサク進めることができます。実際のバトルはキャラ1名によるバトルとなっていて、基本編成とかはございません。なので最近流行りの QTE やスキル連携といった要素はございません。ただジャスト回避やスキル回しといった要素はあるので、それらを駆使しながらステージをクリアするといった流れ。ストーリーバトルは推奨ランクを満たしていればさほど難しくもなく、回復薬も持てることから割とスムーズに進めることが可能です。スキル回しによるコンボの爽快感やエアリアルコンボなど派手なアクションが楽しめ、スタイリッシュに展開する内容となっており、雑魚キャラも湧いて出てくるので無双感を味わうことも可能です。ボス戦はしっかりと攻撃を回避しつつ攻撃を入れていくといったヒット&ウェイ方式となるので、そこそこ緊張感を味わえる内容。続いてエンドコンテンツの一つである無双チャレンジについて。本タイトルのエンドコンテンツは PVE、PVP、高難易度ボス戦、無双チャレンジなど、これ以外にも様々なコンテンツが用意されていて、その中で序盤から遊べるコンテンツの無双チャレンジはどこまで死なずに敵を倒すことができるかのチャレンジコンテンツ。210ステージまでマルチでも遊ぶことができ、それ以上はソロ専用ステージとなります。序盤から遊べると言っても、さすがに初期段階ソロで210ステージまで行くことは不可能なので、コツコツ育成させていけるステージの幅を広げていくといった感じ。ステージの合間で終了させることは可能ですが、次回はまたステージ0から始まります。自分より格下のステージの場合、無双感を味わえテンポよく攻略していくことができ、雑魚が溶けまくるので遊んでいて気持ちいいですね。なので死ぬまでプレイしてある程度育成してから再度チャレンジするといった流れで、自分の成長体験を肌で感じやすいコンテンツとなっています。続いては育成について。本タイトルの最もやり込む要素で、主な育成要素はスキルと装備品に関わる部分で、スキルはキャラレベルに合わせて解放されていき、各スキルは専用ポイントを使うことでレベルが上昇。10以上のスキルを獲得することができるので、自分の好みのスキルをセットすることができます。それによって立ち回りが変わってくるので、自分のオリジナリティを出してプレイすることが可能。キャラのレベルはユーザーランクとなり、クエストやサブクエストなどを進めていくうちにキャラレベルが上昇し、スキル育成のポイントを獲得できます。続いて装備品。装備品は全部で12種類、かなりの数があり、育成内容は強化、品質改善、エンブレム、回路、装備製造となっています。強化はレベルアップとレベル上限解放になるのですが、レベルアップが確率によってレベルが上がる仕組みです。そのため、育成素材と確率を上げるための素材を使いつつレベルを上げるのですが、なんと失敗するとレベルが下がる仕組みになってます。これはマジで驚いた。今まで僕が経験したゲームではこういうのはなかった。そういった意味で冒頭で話したマネタイズの育成ボックスが出てくるわけですよ。これによって強制的に育成ができてしまうので、育成にかける時間を大幅にアップすることができ、さらに育成失敗によるレベル減少というストレスから解放されるという仕組み。ゲームを始めた当初、育成ボックスは時短だよなーって、コツコツやればいいわけだしなーなんて軽く思ってたんですけど、失敗によるレベル減少はさすがにきつい。素材の浪費がやばい。特にある程度強化を進めていくとレアリティの高い素材が求められると思うので、そういった場合入手ハードルも高くなるので厄介ですよね。なので育成ボックスに注目が集まるって寸法です。続いて品質改善。専用素材を使うことで装備品の品質を上げることが可能です。うまくいけば大幅に品質を良くすることができ、ステータスも大幅にアップします。しかしながら失敗することもあるので、その場合大幅にステータスが減少します。専用素材っていうのがショップ購入か PVP で入手可能なので、簡単には品質改善を行うことはできない要素となっています。次にエンブレムと回路。武具やアクセサリーに装着する装備品。それぞれ専用素材を使うことでレベルアップし、装着することで装備のステータスをアップすることが可能。エンブレムは一度装備すると別のエンブレムを装備しないと外せない仕様なので注意が必要です。
続いては装備製造、書いて字のごとくなのですが、ドロップで装備の入手は可能ですが、職業ごと専用装備があるので、ドロップで補えない分は製造して補う感じとなります。素材を潤沢に持っていれば専用素材一式を作ることも可能。装備はキャラレベルに応じてアップグレード可能となります。次は装備品トレードについて、MMO ならではの要素の一つとして、不要となった装備品を他のプレイヤーへ売ることが可能。さらに、ゲーム内通貨のゴールドを課金石と交換することも可能。これによってゲーム内の経済や育成進度が循環する仕組み。時短で強くなりたければ、ゲーム内通貨で育成された強化武器を購入し、さらにゴールドを売ることで無課金石の購入を行い、育成ボックスを購入して、育成速度を上げていくといった感じ。無課金のユーザーでもコツコツ進めることで、ゴールドが溜まってくるので、それらを売って石に変えるといった循環が生まれてくるといった感じ。以上がざっくりでありますが、ゲームを構成する主な要素となります。次は実際にプレイしてみた感じ。結論から言うと、全体通して面白いですね。じっくり時間をかけて楽しむといった感じで、久しぶりにキャラガチャのない古き良き MMO に近いタイトルをプレイして、個人的には満足度の高い内容です。バトルは派手なアクションで無双感や爽快感を得られ、キャラ編成がない分分かりやすくて良いといった感じ。育成面もやり込み要素の一つとしてしっかり機能していて、ショップによる素材入手やトレードによる完成品購入、さらにコツコツドロップして集めるなど、様々な素材入手の経路があって、育成の幅が広がるのも良い感じです。スキルの編成がプレイヤー独自のものとなり、さらにキャラの見た目も変更できるため、オリジナルキャラを作れる感じで、そこも良いです。幻冬や原神にちょっと飽きてきて、アニメ調の MMO をやりたいなって方にはおすすめで、じっくりコツコツ時間をかけて遊ぶにはもってこいの作品です。ただ、緊張感のあるガチガチのアクションを楽しみたいという方には、ちょっと物足りないかもしれないです。全体的には良いのですが、強いてダメ出しするなら、同じキャラを使い続けるので、バトルが飽きてくる。転職の幅を広げてもらえると遊びの幅も広がるし、新しい職業が追加された際に一からキャラを作る必要もないので長く遊べるかなといった感じがします。プレイした所感はこんな感じで、最後に本タイトルに関わる時事ネタですが、本タイトルの開発スタジオ VI ゲームスやパブリッシャーであるニューバースは TikTok を運営するバイトダンス傘下の企業で、最近だとサバイバルアクションゲームのアースリバイバルを展開するなど聞いたことある人もいるかと思います。で、つい先日本タイトルの親会社となるバイトダンスがゲーム事業を縮小あるいは撤退ということで、現在ゲームブランドニューバースは事業を縮小し人員削減を行うとし、現在公開中で業績好調なタイトルは運営継続を保証しつつも他の会社へ売却するなど検討しているとのことです。未公開プロジェクトについては少数の革新的プロジェクトや技術プロジェクト以外は全て中止するという感じ。本タイトルについては今後どうなるかは微妙ですが、現状グローバル版のベータテストを12月に実施する流れで動いており、状況次第では運営が変わる可能性もあります。G スターにも出展したりしているので大丈夫だとは思うけど、運営変わってもいいのでグローバル展開お願いしたいところです。はい、今回はクリスタル・オブ・アトランのゲーム概要から本タイトルに関わる開発会社やパブリッシャーなどの時事ネタ2本立てでお送りしてまいりましたが、いかがでしょうか。クリスタル・オブ・アトラン自体はよくできていて楽しめるタイトルなので、ぜひグローバル展開楽しみに待ってます。ということでチャンネル登録をお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。